はい、気ままな親父の趣味チャンネルです。このチャンネルでは北海道の北部の情報を中心に紹介していこうと思っております。今回の動画は北海道旭川市から香港に旅行に行った動画のパート1です。皆さん、香港行ったことありますか？私は以前香港に行ったことがあります。夜景も綺麗ですし、美味しい料理もありますので、個人的にも好きな場所なんですよね。今回は日本航空 JAL を利用しまして、北海道の旭川空港から成田空港を経由して香港国際空港まで移動した模様がメインの動画になります。それ以外には成田空港の JAL 桜ラウンジやファーストクラスラウンジの様子などについても紹介したいと思っております。 4K 映像かつ二重原稿の字幕を歯車マックから選択して最後までご視聴いただければ幸いです。今回の旅行では北海道の真ん中旭川から香港まで行きました。旭川空港から成田空港、そして香港国際空港まで合計区間マイル2399マイル、距離で約 3860km を移動しました。私は過去に海外旅行の動画を作成しております。タイの首都バンコクやベトナムの首都ハノイ、ベトナム最大の都市ホーチミン、マレーシアの首都クアラルンプール、韓国の首都ソウル、日本から一番近いアメリカのグアム、オーストラリアの大都市メルボルンを旅行した動画も作成しております。こちらの動画を見ていただければ旅行に行きたくなるんじゃないかなと思いますので、ぜひこちらの動画もご覧いただければと思います。はい、今回も北海道の真ん中旭川空港から動画をスタートしたいと思います。香港にはかなり昔に行きましたので、また行けるのがおじさんとても嬉しいですね。ここに出発した日が旭川空港、雪が降っていて寒かったですね。それでは旭川空港のターミナルビルの中に入りたいと思います。旭川空港のターミナルビル1階には ANA 並びにエアドゥ、今回登場しましたジェットスターのチェックインカウンターがありました。ここで私が登場しました航空会社のジェットスターについて紹介したいと思います。ジェットスターはオーストラリアのフルサービスキャリアでありますカンタス航空の子会社で2004年に創立されました航空会社だそうです。また2011年に日本航空とカンタス航空が出資をしまして、日本国内線メインの LCC でありますジェットスタージャパンがあります。2025年3月現在、旭川空港で唯一就航しております LCC 航空会社です。日本航空の国際線で成田空港乗り継ぎの場合は JAL 便で航空券を購入しますとコードシェア便として搭乗することができます。搭乗手続きが始まったんですが、結構並んでおりましたね。 JAL のグランドスタッフが手伝っておりました。私は搭乗手続きをした後、保安検査場に行きました。保安検査場を通過した後、搭乗まで時間がありましたのでラウンジ大切に行きました。右上に記載がありますクレジットカードのゴールドカードを持っている方が入室することができます。こちらで私はソフトドリンクを飲みながら搭乗時刻まで過ごしておりました。はい、これから旭川空港定刻12時ちょうど発成田空港行きジェットスター GK800 便並びに日本航空コードシェア便 JL6146 便搭乗開始します。私はこちらの通路側席に座りました。旭川空港から成田空港までの区間マイルは576マイルです。距離で表しますと約 927km になります。日本航空 JAL の国際線利用者はこちらにお示ししている中から500円分利用することができました。機内誌もあったんですが、私が搭乗した
2024年1から3月号では旭川について紹介しておりました。成田空港に到着した後、前方の乗客から機内の外に出ました。この後、手荷物受取所に向かいましたが、結構距離がありましたので、再生速度を上げて紹介しております。わしはスーツケースを受け取った後、成田空港第2ターミナル出発ロビーの方に向かいました。第2ターミナルまで歩くと遠いですので、ここから無料バスに乗りました。こちらでバスを降りて歩いて第2ターミナル出発ロビーに向かいました。出発ロビーまで結構距離がありましたので、再生速度を上げて紹介しております。しばらく歩いたら3階出発ロビーに着きました。私はそのままフライトボードを見に行きました。私が今回登場します香港行きの便は定刻18時20分発妙国 JL735 便です。フライトボードを見に行った後、こちらにあります成田空港の両替所に行きまして、両替レートを確認しました。この動画を撮影しました2024年2月の香港ドルの両替レートは1香港ドルが 21.58 円でした。こちらでは1万円で約 463.4 香港ドルに交換することができました。ちなみに香港国際空港にあります両替所では1万円で約 468.3 香港ドル、香港でレートが良い両替所では1万円で約 517.5 香港ドルに両替することができました。ですので香港に行ってから両替した方が良いと思います。私は両替レートを確認した後、日本航空 JAL ファーストクラスチェックインカウンターでチェックインをしました。私はチェックインをした後、出国審査場に向かいました。私は日本航空の上級会員でしたので、こちらの優先レーンから出国審査場に入りました。出国審査場を通過した後、 JAL の上級会員が入室できます日本航空とキャセイパシフィック航空のラウンジに行きました。最初に訪れたのはキャセイパシフィック航空ビジネスクラスラウンジです。こちらのラウンジは JAL の上級会員もしくはワンワールドアライアンスの航空会社のビジネスクラスの乗客などが利用することができます。キャセイパシフィック航空ビジネスクラスラウンジに出国審査場から向かってみました。キャセイパシフィック航空ビジネスクラスラウンジの中の様子を撮影してみました。こちらはダイニングエリアです。さまざまな食べ物や飲み物を好きなだけ取ることができます。私は奥に見える飛行機を見ながら食べました。スモークサーモンなどを食べましたが、
とても美味しかったです。次に訪れたラウンジは日本航空 JAL 桜ラウンジです。こちらのラウンジはワンワールド、エメラルド、サファイア以上の会員などが利用することができます。また日本航空便を利用する方が8250円支払えば利用することができます。はい、 JAL 桜ラウンジに向けて行ってみたいと思います。JAL 桜ラウンジの中を撮影してみました。こちらのフロアは食事はできないんですけれども空いておりますのでゆっくりできるエリアです。階段を上りたいと思います。こちらは JAL 桜ラウンジのメインフロアになります。こちらで食事を注文します。右側にこちらで食べることができる食事メニューを載せております。私はピンク色の枠の料理を注文しました。私は奥に見えます JAL の飛行機を眺めながら食べました。牛丼やオニオンスープ、杏仁豆腐などを食べましたがどの料理も美味しかったです。最後に訪れたラウンジは JAL ファーストクラスラウンジです。こちらのラウンジはワンワールド、エメラルド会員並びにファーストクラス利用者のみ利用することができます。わしはメインダイニングに行く前にジャルズサロンに行きました。こちらでは高級なウイスキーなどを飲むことができます。ジャルズサロン、あんまり混んでるイメージなかったんですがこの日は混んでましたね。わしはウイスキーの水割りとおつまみを食べましたがどれも美味しかったです。ジャルズサロンの後メインダイニングに行きました。ラウンジの中を撮影しましたが結構混んでおりましたね。メニューの一部を載せておりますが様々な料理を食べることができます。これ以外にも食べたんですがお寿司やラーメンなどを食べました。どの料理も本当に美味しかったです。私はラウンジ巡りをした後61番搭乗口に向かいました。61番搭乗口まで距離がありましたので再生速度を上げて紹介しております。この階段を降りたら61番搭乗口がありました。はい、成田空港定刻18時20分発香港空港行き日本航空 JL735 便搭乗開始します。香港行きの便はグループ1の乗客が結構いましたね。私はエコノミークラスの通路側席に座りました。成田空港から香港国際空港までの区間マイルは1823マイルです。距離は約 2933km になります。成田空港を離陸して三重県上空付近で機内食が出てきました。おじさんラウンジでかなり食べてしまってお腹が苦しかったんですが美味しくいただきました。
成田空港を離陸して約4時間、もうすぐ香港国際空港に到着です。私はビジネスクラスの乗客の後、機内を出ました。入国審査場まで距離がありましたので、再生速度を上げて紹介しております。私はこちらでシャトルトレインに乗車しました。シャトルトレインを降車後、さらに歩いていきます。私はこの奥で入国審査を受けました。入国審査を無事に通過した後、スーツケースを預けておりましたので取りに行きました。税関を通過した後、目の前に見えます両替所に行ってみました。香港国際空港にあります両替所のレートを確認しました。1万円で 468.3 香港ドルに両替することができました。成田空港の両替所よりは少しレートが良かったんじゃないかなと思います。こちらでは香港で利用ができる SIM カードも販売しておりました。 80GB 利用ができる SIM カードが88香港ドル、日本円で約1760円でした。 Amazon では3日間1日あたり 2GB 利用ができる SIM カードが990円で販売しておりました。販売リンクの QR コードを載せておりますので、香港に行かれる予定の方はぜひ事前に購入いただければと思います。私は両替をした後、到着ロビーに向かいました。私は昔購入しましたオクトパスカードのチャージをするため、香港 MTR カスタマーセンターに行きました。オクトパスカードは日本のスイカのようなカードです。こちらは1997年に発行を始め、現在までに2000万枚以上発行されているそうです。香港市民の 98% が保有しているそうです。こちらを持っていれば電車やコンビニ、レストランなどで決済ができます。私はオクトパスカードをチャージした後、バス乗り場に行きました。私は A21 番のバスに乗りました。ここで香港国際空港から香港市内行きのバスについて紹介します。香港国際空港から中心部までのアクセスはエアポートリンクと空港バスがあります。バスを利用する場合は空路のネイザンロードに行く場合は A21、N21 に乗車すれば行くことができます。所要時間は約70分で、乗車料金は 34.6 香港ドル、日本円で約700円です。おじさん、これからバスに乗りたいと思います。この棚にスーツケースを置きます。それでは出発進行です。香港周辺の地図を
お示ししております。カジノで有名なマカオには2018年に開通しましたコージュオー大橋ができましたので、香港国際空港から約 60km の距離で行くことができます。そして香港の中心部で私が宿泊したホテルがありますチムサーチョイまでの距離は約 35km です。私はバスに乗車して約50分ぐらいでネイザンロードを走行しております。次のバス停で降車します。バス停からこの日宿泊します空論ホテルまで歩きました。左側があのペニンシュラホテルで、今回私が宿泊する空論ホテルが右側です。フロントがある1階はゴージャスでしたね。私はこちらでチェックインをしました。私が今回宿泊しました空論ホテルはチムサーチョイの中心部にあります4つ星ホテルです。香港のメインストリートでありますネイザンロードの中心部にあり、徒歩圏内にショッピングやレストラン、ペニンシュラホテルなどもあります。香港の夜景を見に行くにも便利な場所だと思います。場所と設備の割には比較的宿泊料金も安くておすすめなホテルなんじゃないかなと思います。今回の動画の最後におじさんが泊まった部屋を紹介します。そんなに広くはなかったんですが、すごく綺麗だと思います。水回りですが、ちゃんとバスタブもありました。シャンプー、ボディーソープも備え付けがありました。これで今回の動画は以上になります。今後も北海道の北部の情報を中心に紹介してまいりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。香港、久しぶりに来て嬉しかったな。